はい、こんにちは。宮尾健二です。いやー、買っちゃいましたね。こちら、メンテナンススタンドフロント用でございます。もう何年も前から欲しかったんですけどね、置き場所だったり、これを使うスペースがなかったり、いろいろと悩ましいところがあってですね、購入をためらっていたんですが、この度思い切って買っちゃいました。しかも新品でございます。購入したのはね、ダートフリークのオリジナルブランドユニットの、フロントステムアップスタンド、品番で言うと UNB2510 というものです。ダートフリークというとユニットの他にもジータとか DRC なんかのオリジナルブランドを出していて、どっちかというとオフロードバイク関係のイメージが強いですが、オンロードバイクのパーツやメンテナンス用品も出している会社ですね。購入にあたっては他にも候補があったんですが、条件としてはまず高さ調整ができるということです。これは長く使っていきたいので、高さ調整ができる方がいろいろなバイクだとかシチュエーションに対応できるからという理由です。次に十分な強度があるということです。万が一使用中に壊れてしまうとバイクが倒れて修理代が高くついてしまいますからね。ただ強度を確認するといっても、実際にはメーカーが提示している耐荷重を信じるしかないんですが、Amazon なんかで見かける安いスタンドの中にはやけに耐荷重が高いものもあって、ちょっと信用していいものなのかどうか怪しいものもあります。なので結局は信頼できるメーカーかどうかということになってしまいますね。最後にステムアダプターの種類が多いということです。このタイプのスタンドはステム下の穴にですね、ピンを差し込んで使用するんですが、バイクによってこの穴の大きさが違うので、ピンの太さを調整するためにステムアダプターが数種類用意されています。で、この種類の多い方が今後長く使っていくときに対応できる車種の幅が広がるので、多い方がいいわけです。以上の条件をもとに4つの製品まで絞り込みました。まずはメンテナンススタンドといえば王者 J トリップですね。J トリップを選んでおけばまず間違いないんですけど、お値段がね、高いんですよね。いいものがお高いのは仕方ないんですが、そんなに使用頻度が高いかというとそうでもないものなので、2万円オーバーはちょっときついです。次にデイトナのフロントスタンド2です。こちらは以前のモデルがですね、ステムアダプターが5種類しかなかったんですが、新たに27ファイのアダプターも追加されて、2021年7月ぐらいですかね、リニューアルされたそうです。ZX25R が27ファイのものを使うらしくて、以前のモデルは ZX25R には使えないだとか、ステムアダプターは自作したけど結局カウルと干渉するなんていうブログを見かけたことがあります。リニューアル後なら27ファイのアダプターはついていますが、カウルとの干渉はどうなのかちょっとわかりませんね。ZX25R 持ってませんし、今後買う予定も今のところないので僕には関係ないんですけれどもね。で、最初はこれがいいかなと思ったんですが、今現在2022年3月時点でですね、どこも在庫がなくて入荷まで2ヶ月ぐらい待つようなので、今回はパスしました。次はストロプロダクツのものですね。これも検索するとよく出てくるんですが、ステムアダプターが5種類で24ファイまでしかないということと、ステムアダプターをボルトで留めておくことができないので、ふとした弾みで外れてなくしてしまったという話も聞いたので、これもパスしました。最後に今回購入したユニットの製品ですが、アダプターは6種類付属していて、最大サイズは27ファイ。ボルトでアダプターを固定することもできます。お値段も実売1万円程度だったので、こちらを購入しました。というわけでですね、すでに開封してしまってるんですが、とりあえず最初はですね、バラバラの状態ですので、組み立てていきたいと思います。ちなみになんですが、今回はネットで値段の安かったショップから購入したんですが、ちょっと怪しいんですよね。送られてきたものはですね、梱包されていた箱にメーカーやブランドのロゴが入ってないですし、付属品は揃っていたんですが、説明書などはついていませんでした。本当に新品かどうか怪しいと思ったんですが、スタンドそのものは傷もなくて綺麗なものだったし、そもそもこの状態が新品商品として正解なのかどうかも分かりませんでしたので、返品などはせずにそのまま使用することにしましたが、なんとなく釈然としませんね。説明書はなくても単純な構造なので困ることはないです。
まずはこのボルトとナット、カラーを使って2つのパーツを合体していきます。カラーは中に入れてですね、ボルトとナットで締めていきます。はい、完成です。簡単ですね。あと、ここからはオリジナルでちょっとだけ手を加えてみました。こちらは今まで使っていたリアスタンドなんですが、このように傷だらけになっています。もともと中古を譲ってもらったものなので、最初から傷だらけだったんですが、今回はせっかく新品を購入したので、傷つき防止のために薄いゴム板を貼り付けておきました。あと、使わない時や移動の時には折りたたんでおくんですが、特にストッパーのようなものはないので、このように不意に開いてしまうことがあります。結構重いものですし、勢いよく開くとどこかにぶつけて危ないので、使用後はこのようにですね、面ファスナーのバンドで留めて保管しておくことにしました。では早速フロントを上げてみたいと思います。で、フロントスタンドは単体では使用できないので、まずはリアスタンドで後ろを上げておきます。ちなみにこの時、フロントブレーキを固定し忘れました。危ないので、必ず紐などでブレーキレバーとグリップを縛るなりして、ブレーキをかけた状態をキープしておきましょう。で、次にフロントですが CBR250R MC41 後期型の場合ですね、ブレーキホースが邪魔になってステム下の穴にピンが差し込めません。なのでまずはこのブレーキホースをずらしておきます。ステーのボルト1本外せばずらせるようになりますので、そんなにめんどくさくはないです。で、ずらせたら使うステムアダプターのサイズを決めます。22mm では大きすぎるようなので、今回は 20mm を使用することにします。使うステムアダプターが決まったらスタンドに取り付けていきます。ボルトを使って固定しますが、そんなにぎゅうぎゅうに締め付けなくて大丈夫です。で、いよいよリフトアップですが、一応傷つき防止でフェンダーにはウエスなどを引いておいた方がいいですね。まずステム下の穴にスタンドのピンを差し込むんですが、この時しっかりと奥まで差し込んでおかないとずれてカウルに当たったり不安定になったりするので、しっかり差し込んでおきましょう。で、準備ができたらスタンドのこの部分をですね、下に押し下げてリフトアップしていきます。動画ではゆっくりと動かしているので重そうに見えるかもしれませんが、実際は軽く持ち上がります。軽いからといって急に動かすと何かの拍子にバランスを崩す可能性もあるので、ゆっくりと上げていきましょう。はい、無事持ち上がりました。これで今後ですね、メンテナンスの幅も広がりそうです。といっても技術もなければスペースもないので、お値段以上の活躍をさせてやれるかどうかは今後の自分次第であります。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント、高評価もいただけると今後の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた。